多くの人は蛇を脅威だと捉えています。それは重要な本能です。毎年500万人以上の人が蛇に噛まれています。猛毒を持つ蛇や即座に攻撃する蛇、両方の特性を持つ厄介な蛇。どの蛇が一番危険なのでしょうか。それは目の前の蛇。あなたは助かるのでしょうか。ランキングにしてお伝えします。潜入リーサルスネーク。オーストラリア、インド、まずは東南アジアから見てみましょう。世界最強の蛇が集まる地域の一つです。湿度の高いインドネシアの熱帯雨林。世界で最も大きく力の強い蛇が狩りをする場所です。アミメニシキヘビ。ロンドンバスよりも長い体で毒はありませんが気性が荒いヘビです。この個体は重さおよそ160キロ。巨大な捕食者にはそれに見合った巨大な餌が必要です。通常夜に狩りをします。網目模様のカモフラージュで日中も気づかれずにジャングルを移動することができます。大きな体をしていますが動きは驚くほど機敏です。霊長類でさえも前菜にしてしまいます。どこでも狩りをします。水は大きな体を支えてくれます。最長20分間潜水することができます。姿は見えません。ジャングルの小川はニシキヘビにとって人間の居住地への高速道路のようなものです。東南アジアには6億5500万人以上が暮らし、居住地の多くはアミメニシキヘビが潜む熱帯雨林に隣接しています。ペットが行方不明になることは珍しくなく、時には子供でさえもいなくなります。夜はアミメニシキヘビにとって有利な時間です。猫のように暗視に適した目を持ち、鼻の近くのピット器官で獲物となる温血動物の体温を感知します。後ろ向きに湾曲した歯をおよそ100本持ち、一度でも捕まれば逃げるのはほぼ不可能です。強く締め付けて獲物の血流を数分で止めます。下顎を外して自身の頭蓋骨よりも大きく口を開けることができます。この獲物は人間の子供ほどの大きさです。
空腹のニシキヘビが村に侵入したら大問題です。アミメニシキヘビは高い危険性と攻撃性を持っています。力は非常に強いものの毒はありません。噛まれると危険ですが噛むことは稀です。小さな子供でない限りは死に至ることはめったにありません。大型であることが必ずしも最強のヘビの条件ではありません。インド、中国、そしてインドネシア、コーヒーと紅茶で有名な地域ですが、毒を持つ爬虫類でも有名です。木の上に生息する小さなヘビは地域の農家にとって脅威です。白口アオハブです。人間に危害を加えるつもりはありません。噛みつくのは優れたハンターとしての反応です。ニシキヘビと同じく熱を感知するピット器官で獲物の温血動物を追跡します。鳥やネズミなどです。幅の広い頭部には大きな毒腺と長い毒牙が備わっています。他の毒ヘビと同じように攻撃の際は口をおよそ180度開きます。しかし毒よりも危険なのは木の上で生息しているために人間の頭の高さで狩りをすることです。誤って噛まれると出血や痛みを伴う腫れの発現、時には窒息を起こし死に至ります。ヘビに噛まれて傷を負うヘビ咬傷の被害が東南アジアで最も多い種です。このヘビには地面で狩りをするマムシアカの仲間もいます。落ち葉の中にさらに有毒なヘビが潜んでいます。毎年数百人がこのヘビに噛まれて被害に遭っているのです。その名はマレーマムシ。東南アジアのジャングルにはヤシ油やゴムのプランテーションが散在しています。齧歯動物を狩る絶好の場所です。マレーマムシの戦法は即座に噛みつき即効性の血液毒を注入すること。激しい痛みや広範な壊死、大量の内出血を引き起こします。毒は血液凝固を阻止する性質が高く、脳卒中の治療用にも研究されています。仲間のシロクチアオハブが木の上をパトロールしている間、マレーマムシは地面を巡回し、齧歯動物やカエルを待ち伏せします。尖った葉っぱのような頭と反紋のおかげで落ち葉に完全に溶け込みます。気づかずにうっかり踏んでしまうことも。毒牙は長靴を破るほど強靭です。東南アジアは血清や医療体制が不十分です。命が助かっても機能障害が残ったり手足の切断を余儀なくされることが多く、現地では斧のマムシと呼ばれています。インド太平洋における最強のヘビたちに順位をつける時間がやってきました。マムシアカの毒は手足を奪うほど強力です。素早く攻撃します。毎年数万人がこのヘビに噛まれる被害に遭っています。しかし命に関わる事故はわずか 2%。 それでもニシキヘビを抑えて首位になるには今のところ十分です。インド、
世界最強と言われる4大毒蛇の生息地であり、14億人近くが暮らす地域でもあります。アメリカの西海岸よりも狭い国土にアメリカの4倍もの人口を有します。多くの人々と危険な蛇が住む地域、3時の条件は揃いました。4大毒蛇のうちの一種、インドアマガサ。小型で細長くおとなしいのですが、獲物の体の動きを止める毒を持ち、人間の呼吸を停止させることもあります。一噛みで7人殺せる毒を持ちます。用心深く日中はあまり動きません。夜になるとインドアマガサは活発なハンターになります。雨季には暖かい住処や爬虫類を求めて家屋に侵入します。寝返りが命取りになるかもしれません。インドアマガサの噛み傷は小さく痛みもないため、蚊に刺されたように感じます。しかし数時間で全身が麻痺し、時には死に至ります。被害者の多くはそのまま目を覚ますことはありません。インドアマガサはインドの深刻な問題ですが、農地に出没するさらに危険なヘビも存在します。待ち伏せ型の捕食者、通称待ち伏せヘビ。ほぼ目視できず、見えた時にはすでに手遅れ。猛毒を持つラッセル鎖ヘビです。アジア全土で最も危険なヘビの一種です。大型で太くゆっくり動きます。カモフラージュの達人です。防御力は高いのですが、うっかり踏まれてしまうことも頻繁にあります。人はヘビの存在に気づけない上、速すぎる攻撃に反応できません。大きくて平らな頭部にはおよそ13ミリの2本の長い毒牙があります。そこから強力な細胞毒性を持つ毒液を注入します。一噛みで耐え難い痛みを引き起こし、肉体を破壊します。確かに捕食の名手ですが、ラッセル鎖ヘビが非常に危険だとされる理由は、人間の居住地に侵入するからです。なぜって？悪気はありません。ネズミを追っているのです。この辺りに病院はありません。血清が手に入ったとしても効き目がない時もあります。そのため交渉により毎年多くの手足や命が失われています。宿敵なのでしょうか、それとも優秀な害虫駆除の業者なのでしょうか。この毒蛇にはネズミの反撃に対抗する巧妙な作戦があります。噛む、
そして離す。後頭部の大きな分泌腺から一噛みで600匹以上のネズミを殺せる毒を出します。インドアマガサとこのラッセルクサリヘビは地球最強のヘビであると考えられています。ではどちらが強いのでしょうか。インドアマガサが噛むことは稀です。しかし噛めば世界で最も強力な毒液を注入します。インド全土に分布し、毎年数万人が被害に遭っているのです。治療を受けられない場合、被害者の 80% は死亡します。ラッセルクサリヘビに勝算はあるのでしょうか。毒牙は大きく、より高い致死性がある毒を注入します。インドに広く分布し、防御性も非常に高いため、ラッセルクサリヘビはインド国内のヘビのうち最も多くの後傷の原因となっています。毎年数千人を殺しています。インドアマガサは殺傷能力は高いのですが、毒牙が短く毒の量も少ないので、ラッセルクサリヘビにポールポジションを譲る形となりました。ふさわしい挑戦者を探しに世界最強の野生動物が生息する国に行ってみましょう。オーストラリアです。太陽とサーフィンとヘビの国。人間の居住地には危険なヘビもいます。オーストラリア全土で見られる特に危険なヘビとはデスアダー、死の毒ヘビという名で非常に恐れられています。擬態して模様や色彩が変わるため見つけるのは困難です。乾燥した砂漠やオーストラリアの森林地帯にいます。ほら、そこにも。デスアダーは動かなければ見えません。森を通ったり道路を渡ったり家の庭に侵入した時は見えますが、止まった瞬間姿が消えます。じっと動かずに落ち葉の中に潜み、何日も待ち伏せをすることもできます。攻撃の準備は万端です。まずは罠を仕掛けます。あれはミミズでしょうか、尻尾でしょうか。獲物が攻撃範囲に入ると、受け身のハンターはオーストラリア最速の攻撃を仕掛けます。0.1 秒かかりません。この有能なハンターが人間やペットにとって危険なのは守備的な狩りをする時です。何気ない場所に潜んでいるために不用心なハイカーに踏まれることがよくあります。およそ6ミリの毒牙で素早く攻撃し、強い毒性により深刻なダメージを与えます。強力な神経毒は6時間で人間を死に至らしめます。あなたが無事に避けられても犬が避けられるとは限りません。血清を用いて治療をしても犬は噛まれてわずか20分で死亡します。
デスアダーの毒は一噛みで人間を18人以上殺せます。非常に速く激しい攻撃をします。オーストラリアの自然に潜んでいるため、特にハイカーが踏んでしまう危険性があります。毎年多くのペットが犠牲になりますが、人間はほぼ助かります。デスアダーは鎖ヘビよりも防御力が高いのですが、医療や血清が行き渡った地域に生息するため順位を譲りました。海岸から数千キロ離れたオーストラリア中央部の奥地には最も獰猛だという評判のヘビがいます。めったに姿を見せない内陸タイパンです。地球上で最も毒性の高いヘビです。なぜって？過酷な環境にいるからです。およそ180センチのこのヘビは餌を待っているわけにはいかず狩りに出ます。非常に特殊な神経毒と血液毒を持っています。このネズミを逃したら何日も食料にありつけないかもしれません。確実に仕留めるためにネズミを殺すのに必要な量の4万倍の毒を注入します。すごい？それはどうでしょう。たった一噛みで100人以上の命を十分に奪える毒です。獲物はたった数秒間で発作や麻痺、内出血に苦しみます。逃げることは不可能です。乾いた砂漠をうろつくわけにはいきません。日陰が少なく、気温は摂氏約37度まで上がることもあります。タイパンは自らの皮膚の色を変えることで気温に適応してきました。夏は暑くなりすぎないように色が薄くなり、涼しい時期には保温のために色が濃くなります。タイパンは空いている巣穴や乾燥した平原の深い地割れを住処として上手に活用します。そこは卵を隠すのに最適な場所でもあります。生まれたばかりのタイパンはセイダの5分の1ほどの大きさですが危険です。巣穴を出たら毒だけを頼りに自分で餌を探さなければなりません。しかし内陸タイパンの毒に免疫を持つ捕食者もいます。通称マルガヘビ。体長およそ300センチ、体重およそ6キロ。オーストラリアで最も重い毒ヘビです。一般名はキングブラウン。ヘビのハンターです。自分よりも小さな内陸タイパンを含めオーストラリアのヘビの毒に免疫があります。
毒は内陸タイパンほど強くありません。毒の質は劣りますが、それを量で補います。一噛みで内陸タイパンの6倍以上の毒を注入します。記録されている中で最も多い毒の量です。獲物は大量出血や麻痺腎不全に陥ります。オーストラリアは世界有数の毒蛇の生息地ですが、他の地域の蛇に勝てるのでしょうか。内陸タイパンは恐れられて当然です。毒は非常に強力で、治療を受けなければ1時間以内に死亡します。しかし内気で比較的おとなしく、戦うよりも逃げることを好みます。そのため人間に噛みつくことは稀です。オーストラリアの人口は2500万人以上で、その 85% は海岸からおよそ50キロ以内に暮らしています。一方内陸タイパンは人里離れた荒涼とした奥地に潜んでいます。噛まれた人のほとんどは迅速な入院治療のおかげで助かります。よって世界一毒性の強い蛇ではあるものの、内陸タイパンはインド太平洋の最強の蛇たちには遠く及びません。キングブラウンならもっと早くあなたを殺せるのでしょうか。毒性はタイパンほど強力ではありませんが、激しく人に噛みつき大量に毒を注入します。オーストラリアに広く分布している蛇なので、噛まれる頻度はより高くなります。しかし血清のおかげで死亡することは稀です。とはいえタイパンを打ち負かす程度には危険です。キングブラウンは巨体ですが、最強の蛇の真のキングを見つけるために東南アジアのジャングルを旅しましょう。ここは世界で一番体の長い毒蛇が狩りをする場所です。キングコブラが身を起こしてあなたの目をじっと見ています。9キロもの筋肉を使って体を120センチ地面から持ち上げます。ほとんどのコブラと同様に肋骨を平らにして首の柔らかい皮膚を伸ばすことができます。この巨体は自然の中で20年以上も生きることができます。550センチ程度に成長します。王者は全てが桁外れ。食欲と毒の量も例外ではありません。一噛みしただけで象を3時間で殺せます。人間なら30分です。殺傷能力の高さには理由があります。キングコブラは大型の蛇を狩るハンターなのです。小型のインドアマガサや他のコブラを捕食することで知られていますが、普段はより大きな種を捕獲します。巨大なニシキヘビでさえも。この300センチのネズミヘビは狙われていることを知りません。ネズミヘビには最後に殺した獲物の匂いがついていることが多く、
他の齧歯動物には気づかれにくいのですが、キングコブラは容易に匂いを追跡できます。キングコブラは下顎を使って地面のわずかな振動を感知し、狙いを定めます。毒と力と大きさを総動員してかかります。ネズミヘビにとっても人間にとっても最悪です。16ミリもある皮下注射針のような毒牙で他の毒ヘビの20倍もの毒を注入します。ほんの一噛みで数分で神経毒が神経系の動きを止めます。体を麻痺させて肺を停止し脳機能を損傷させます。その間に他の毒も体を攻撃し始めます。徹底的にです。後ろ向きに湾曲した歯が獲物を飲み込みやすくしています。300センチのネズミヘビが550センチのコブラにきれいに収まります。キングコブラは毒ヘビの最大の天敵かもしれません。では私たちにとってはどうでしょうか。キングコブラの一噛みには人間を20人以上殺せる毒性があります。大きさや評判とは裏腹に攻撃性はそれほど高くはありません。しかし身を守るために攻撃するため毎年数万人が噛まれています。インド太平洋全域では治療を受けられずに多くの人が命を落とします。キングコブラはあらゆるレベルで最強と言えますが、用心深く積極的に噛みつかないため1位を逃しました。全体での首位は取れなくてもアジアのコブラ科の中での首位は取れないのでしょうか。インド太平洋の至る所で12種のコブラが発見されており、この地域に住む人々に多くの犠牲を強いています。毒を吐き出す者もいれば、大きさやずる賢さ、死に至る噛みつきを武器にする者も。モノクルコブラは東南アジア全域に生息し、西はタイまで分布しています。およそ180センチの大きなヘビは平野や水田に生息する獲物を狩るため人間との接触が避けられません。気が短く攻撃的な防御をします。名前の由来はフードの背面にある大きな円です。そして強力な神経毒は世界で最も即効性のある毒の一種です。アジアの4大毒蛇の一種がインド亜大陸全土にいます。森や野原や村の外れの特に水辺で繁殖します。円が一つでなく二つあるのはインドコブラです。インドコブラは動きに強い警戒心を持ち、興奮しやすく非常に高い毒性を持ちます。フードをカップ状に深くへこませて一芝居打ちます。
メガネのような模様が特徴的です。敵を威嚇します。餌を探すため村の外れに近づいています。噛まれると肉を食いちぎられ、全身の麻痺を引き起こし、呼吸器官の働きが数時間のうちに止まります。餌が豊富な人間の住居やその周辺でインドコブラはよく目撃されています。ヒンドゥー教の神として崇められるほど畏怖の対象になっています。では首位を取れるほど恐ろしいのでしょうか。モノクルコブラとインドコブラはその威嚇音にふさわしい噛みつきで迅速に死に至らしめます。気が短く動くものを攻撃します。最強とされる理由はその数です。キングコブラと違い、インドおよび東南アジア全域に分布しています。何十億人もが暮らす地域に生息するため、毎年数十万もの交渉の原因となっています。血清や医療体制が不十分な地域であるため、コブラにより数万人の犠牲者が出ています。モノクルコブラとインドコブラ、アジアの中では現在最強のヘビのようです。コブラを首位から陥落させるには強力な候補者が必要です。世界で2番目に強い毒を持つヘビなら可能でしょうか。オーストラリア最強のヘビたちは見た目が似ています。タイパン、マルガヘビ、いいえ、トーブブラウンスネークです。オーストラリアのヘビの中で最も多くの人が噛まれ亡くなっています。その毒はタイパンと同じく機敏な獲物を素早く殺すために進化しました。非常に機敏です。活発に獲物を追跡します。このヘビが非常に危険な理由は、都市のある東海岸全域で繁殖している点です。そこはオーストラリアの人口が集中する地域。およそ150センチの細い体を家屋や納屋のドアの隙間にねじ込むことができます。ランキングの他の多くのヘビと同様、ネズミを取ろうとしています。しかし私たち人間とも頻繁に遭遇します。邪魔が入ると特徴的な姿になります。最も攻撃的な体勢を意味する S 字のポーズです。攻撃の速さは時速64キロに達します。毒牙の短さを補うためにたびたび大きく口を開けます。大抵の場合、噛まれても痛みを感じず、傷口も見えません。けれども一噛みで少量ながら死に至る毒液を注入し、進行性の麻痺と手に負えない出血を引き起こします。被害者は数分のうちに倒れ、治療を受けなければ30分足らずで命を落とすでしょう。トーブブラウンスネークの毒性は非常に高く、血清もほとんど効きません。
短期でほぼ警告せずに攻撃を仕掛けるので、毎年数千人が噛まれています。オーストラリアの過去10年の交渉による死者の 60% を占めています。高い毒性と防御力、攻撃の機会は多いのですが、迅速な入院治療により首位を逃しました。最強の蛇になるには攻撃性や致命的な交渉攻撃の機会、人間側の脆弱性が必要です。それではインドに戻ってみましょう。インドには14億人近くの人々が住んでいます。多くは人口の密集した農村地帯で暮らし働いています。ここに暮らす人々はこの見通しの良い農地を世界の4大毒蛇と共有しています。3種類を見てきました。ここでは毎年5万人近くが蛇に噛まれて亡くなります。これは毎年一つの町が全滅する人数に相当します。死因のほとんどは4番目の蛇の仕業です。その名はノコギリヘビ。多くのヘビは近寄らないよう威嚇しますが、このヘビは生まれながらの詐欺師です。全長はわずか30センチ。ノコギリヘビは小さいかもしれません。しかし攻撃は強烈です。ノコギリヘビの毒はコブラの何倍も強力で、非常に攻撃的であり、即座に襲いかかります。電光石火の攻撃を何度も何度も。邪魔をされるととぐろを巻き攻撃態勢を取ります。ノコギリ刃状の鱗をこすってノコギリのような音を立てます。それが名前の由来です。見過ごすと危険にさらされます。瞬時に攻撃され、毒もすぐに回ります。一番の問題は人間のそばに生息していることです。ノコギリヘビはインドとパキスタンの全域に分布しています。人口の密集する地域にも人里離れた農地にも生息します。この地域では病院や血清が不足しているため、被害者は多くの場合効果のない伝統医学を頼ります。世界中の全種類のヘビによる被害よりもノコギリヘビの交渉で死亡する人数の方が多いのです。被害者の多くは子供です。小型でカモフラージュ能力に優れており、葉っぱや草の下にいてもよく見えません。ラッセル鎖ヘビと違い、逃げようとはせず、キングブラウンのように攻撃もしません。ノコギリヘビは居場所から離れようとしません。接近しすぎた人間や生き物すべてに噛みつきます。数分のうちに被害者の手足が腫れます。壊死性の毒が血管や筋肉を破壊するのです。切断を余儀なくされることも少なくありません。治療せずに放置すると激痛の後臓器不全に陥り、簡単に死亡します。大きさも機敏さも毒性も一番ではありませんが、玄関先に生息しており攻撃的、攻
好戦的であることで悪名高いヘビです。総合的に見てノコギリヘビはインド太平洋全域で最強のヘビと認定されました。ヘビは非難されがちですが、防御のために噛みつきます。人間は獲物ではないので、ヘビは積極的に危害を加えようとはしません。手足を持たずに生きる上で環境に適応するため武器となるものを身につけたのです。毒という兵器、高度に進化した感覚器官、驚異的な筋力。ヘビがいなければ齧歯動物が猛威を振るい、農業は大打撃を受け、私たちの家には害虫がはびこるでしょう。私たちはヘビを恐れます。しかしヘビがいなければ世界は今よりもはるかに危険な場所になるのです。